こんにちは、米粉マイスター心です。米粉パン作ってみたいけれど、どのレシピから始めたらいいの？発酵っていきなり不安。そんな方のために、発酵なしからスタートして順番に作っていくと、自然とふわふわの米粉パンまでたどり着ける。デビューにおすすめ、簡単レシピ5ステップをご紹介します。まずは優しいところから一緒に始めてみましょう。レシピの前にまず大切なのが米粉選びです。米粉と一言で言っても、お米の品種や製粉の仕方で仕上がりが全く変わります。同じレシピでも米粉が違うだけでうまくいかないことも。成功への第一歩はレシピと同じ米粉を使うことです。ご紹介するレシピはすべてパン用米粉みずほ力を使っています。画面左下の商品を表示からご覧いただけます。まず一つ目は混ぜて焼くだけ。発酵なし、イーストなし、米粉のチーズパンです。焼き上がったチーズが香ばしく、もっちり感が楽しめます。材料は概要欄からもご覧いただけます。まず、ピザ用チーズをミキサーや包丁で細かくします。米粉、塩、ベーキングパウダー、細かくしたチーズを加えて混ぜます。卵と豆乳を合わせて加え、ゴムベラで混ぜます。生地の硬さはこれくらいです。最後に油を加えて全体を混ぜます。型に油を塗りましょう。生地を8分目まで流し入れます。180度に予熱完了したオーブンで20分から22分焼きます。粗熱が取れたらラップに包んで冷凍保存も可能です。温め直しはレンジがおすすめ。焼くまで5分。まずはここから始めませんか？次も発酵なし、そしてオーブンもなし。フライパンで焼ける米粉のバナナブレッドです。洗い物も最小限なので忙しい朝にもおすすめ。材料は概要欄からもご覧いただけます。まずボウルにバナナを1本。ラップをかけ、そのまま手で潰します。端に受けたら卵を割り入れほぐします。油を加えたらしっかりここで混ぜます。とろみが出るまで混ぜるとふんわり仕上がります。お砂糖をお好みでぐるぐると混ぜます。米粉とベーキングパウダーを加え、粉気がなくなるまで混ぜましょう。残りの2本のバナナを手に半分にカット。クッキングシートを敷いたフライパンに断面が下になるように並べたら、上から生地を流し入れて蓋をし、弱めの中火で5分。表面にポツポツ穴が出てきたら OK です。シートごと取り出して蓋やお皿の上に置き、フライパンをかぶせてひっくり返します。シートを剥がして蓋をし、裏面も3分焼きます。両面とも焼き色がつけば OK です。バナナの甘い香りが広がります。お砂糖は少なめでもちゃんと美味しい。朝はもちろんですが、おやつにもおすすめです。次はパリッと音まで美味しい米粉のクリスピーピザです。こちらも発酵なし、イースト不要です。フライパンでできるので米粉に砂糖と塩を加えて混ぜます。水を加え、粉気がなくなるまでよく混ぜましょう。オリーブオイルを加えたらシャカシャカと混ぜます。浮いた油がなじんだら OK です。トマトペーストにハーブやニンニク、オイルを混ぜて簡単なピザソースにしました。フライパンはしっかりと温めるのがポイントです。オリーブオイルはやや多めに。米粉は沈殿しやすいのでもう一度混ぜてから。お玉1杯分で20センチのフライパン1枚分です。フライパンを持ち上げて生地を流し入れたら素早く回します。薄く、できるだけ薄く。これがパリパリのコツです。弱めの中火で3分、こんがり焼けたら裏返します。ソースを薄く塗り、チーズをのせます。火が通りにくい食材はあらかじめ加熱しておきます。蓋をして約1分、チーズがとろけたら完成です。仕上げにフレッシュな野菜や生ハムもおすすめ。生地を作ってから約5分、パリパリのクリスピーピザが焼き上がりました。ぜひ焼きたてをどうぞ。
ここからは発酵に挑戦しましょう。発酵させるとよりパンらしい食感が生まれます。発酵レビューにおすすめなのがもちもちピザ。先ほどのクリスピーと食感の違いを楽しんでください。米粉にイースト、塩、砂糖を加えて混ぜます。水は35から40度を目安に温めます。ゴムベラで粉気がなくなるまで混ぜます。オリーブオイルを加え混ぜます。扱いづらければ手でこねても。軽く丸めてクッキングシートを敷いた天板へ。じわっと広がるので手で伸ばします。もちもちに仕上げたいので薄くしすぎないのがポイント。指先で縁を作ったらふわっとラップをかけ、オーブンの発酵機能を使います。40度に設定し5分発酵させます。5分後、発酵前と比べるとほんの少し厚みが出ました。すぐにオーブンを250度に予熱します。予熱を待ってる間にソースを塗ります。米粉は小麦に比べて焼き色がつきにくいので、油分のあるソースを端まで塗るのがポイントです。チーズを乗せて250度で約10分。部屋いっぱいにソースとチーズの香りです。仕上げにバジルをちぎって発酵させることでクリスピーとは違うもちもち感。ぜひ体験してみてください。発酵に慣れてきたら最後はふかふかの米粉パンへ。ピザより厚みがあるため発酵の見極めがポイントです。大丈夫、オーブンではなくフライパンで作るので生地の変化をそのまま確認できます。しかもアレンジ自在。プレーンはもちろんコーン、チーズ、ベーコンなど好きな具材で楽しめます。水は35度から38度、1腹ぐらいに温めます。米粉に砂糖、塩、イーストを加え混ぜたら、温めた水を加えゴムベラでしっかり混ぜます。柔らかさはこれぐらいを目安にしてください。油を加えてなじむまで混ぜましょう。具材を入れる場合はここで水気はしっかり切ります。フライパンにクッキングシートを敷き、生地を流し入れます。ここで一工夫。竹串でフライパンの底まで刺し、今の高さを測り、2倍の高さの半分に印をつけます。この印まで発酵させましょう。蓋をして弱火にかけ、フライパンの側面が温かくなるまで加熱をしたら火を止めます。まずは15分放置します。発酵 OK のサインは 1.5 倍まで膨らみ、表面に小さな穴が開き、水っぽさが消えます。もし15分経ってもこの状態にならなければ、フライパンを10秒再加熱し、火を消し追加発酵させます。発酵不足は時間と温度が足りないこと。再度温め直して待ちましょう。1.5 倍まで膨らんだら蓋をして、弱火から中火で約8分。蓋の上に取り出したらフライパンをかぶせてひっくり返し、シートを剥がします。剥がれにくい時は焼成不足のため焼き足してください。裏面も弱火で8分。両面焼き色がついたら完成です。温かいうちにお好みでバターをのせて、じゅわっと溶けたら食べ頃です。ふかふかの焼きたてを楽しんでくださいね。米粉パンデビュー。まずは発酵なしからスタート。少しずつステップアップすれば、ふわふわな米粉食パンも、カリッと香ばしい米粉の塩パンも、あなたのレパートリーがどんどん広がります。当チャンネルでは3月は米粉パン月間です。基礎から一緒に米粉パン始めてみませんか？